時間は命。その時間を美味しいものを食べさせたいと犠牲にすることはまさに愛。玉ねぎを30分以上かけてじっくり炒めて飴色玉ねぎを今日は作っていきましょう。それでは飴色玉ねぎを作っていきます。玉ねぎを切りましょう。今日は4、5個玉ねぎ使いたいと思いますね。で、玉ねぎの切り方ですけど、今回はこの繊維に対して直角に切っていきます。輪切りですね。ちょっと切りづらくなったら半分に切って、はい。じゃあこれを炒めていきます。フライパンに火をつけて、油をちょっとたっぷりめに。じゃあ玉ねぎ入れていきます。塩をちょっと入れます。焦らず、騒がず、ただ火の音と香りに身を委ねる時間です。水分が出てきました。しんなりしてきましたね。12分経過。少し色がついてきました。飴色玉ねぎを強火で素早く焦がして時短で作るというのもテレビで紹介されて、私も急いでいる時はそうしていますが、やっぱり甘くて深みを出すにはじっくり時間をかけていった方が良いですね。よく電子レンジで作ると時短になると紹介されたりもしていますが、メイラード反応、糖化、水分蒸発などじっくり時間をかけて出す工程を電子レンジの短時間で同じように再現できるかというと難しいでしょう。長時間炒めて飴色にすることで生まれる香り、コク、食感などは手を抜いた調理法では真似できないのです。ですから一流のシェフは決してそんなことはしないでしょう。時間をかけてじっくり美味しくなーれ、美味しくなーれという思いでお料理。前回ブラウンソースの動画でもお話ししましたね。自分の時間、命を使って人に食べてもらう料理を作る。それは愛の力だと思います。時短が決して悪いわけではないです。効率も大事です。でも、ここぞというこだわりは持っていたいですね。17分経過。茶色くなってきました。はい、この辺で少し油を足していいですね。油が足りないと思ったら少し足しても良いです。
で、今回はチャツネも同時に一緒にここで作っちゃいたいので、バナナ入れます。もう一本使いますね。パラグアイにいるとき、隣の家のマンゴーがこちらの庭にもたくさん落ちてきたので、拾ってドライマンゴーやチャツネを作っていました。贅沢ですね。チャツネはバナナやマンゴーの他にリンゴや野菜類も使えます。インド料理の素ですので、いろんな香辛料を加えて仕上げるのですね。今で30分ぐらい経ちましたね。もう少しで完成です。もちろんもっともっと時間かけてやってもいいんでしょうけど、もうすぐカレーに入れて溶かし込んじゃうので、ある程度大丈夫だと思います。色が濃くなってきました。水分を飛ばしていきます。もうちょっと火を弱めます。玉ねぎは炒めて熱を加えることで、あの涙の素、辛味成分が分解され、玉ねぎ特有の甘み成分だけが凝縮されて残ります。またメイラード反応が起こり、褐色物のメラノイジンが生成されて、甘みに旨みが加わっていきます。砂糖だけでは出せないコクのある美味しさが生まれるのです。このメラノイジンは抗酸化作用、活性酸素消去活性などがあることが知られているようですね。体にとても良いと思います。料理は科学だとも言います。もちろんそうです。しかし、同時にアートでもあると思うのですね。だからこそ手作り料理には企業などで機械で大量生産するものではできないオリジナルの深みがあるのではないでしょうか。もう完全にバナナ溶けましたね。美味しそうなテッカテカなってきました。すぐつかない場合はもっと形がなくなるぐらいまでやっていいんでしょうけど、
この飴色玉ねぎは前回のルーの素と同じく冷凍保存しておけば使いたい時にいつでも出してきて使えます。今回は全部カレーに使いますが、保存する場合は1回分ずつラップに包みましょう。実はこの飴色玉ねぎ、ハンバーグの種に練り込むと驚くほどジューシーになります。秘密の裏技、ぜひやってみてくださいね。はい、飴色玉ねぎの完成です。40分かかりましたね。この後、飴色玉ねぎをカレーのベースとなるスープストックに入れるシーンなのですが、撮影が撮れてませんでした。そこでチャット GPT の出番。この写真とこの写真を使って飴色玉ねぎをスープストックに入れるシーンの画像を作成してくださいと頼んだら、こんな映像が出てきました。何枚か作ってもらって、それを今度は動画にしようと動画生成 AI に頼んだら、飴色玉ねぎを鍋の中に入れたら湧き上がって膨らみ溢れ出すような非現実的な映像になったのでボツ。なかなか使いこなすのは難しいですね。いかがでしたか？時間をかけて愛のこもったお料理、食べてくれた人が一味違うことに気づいてくれることを祈ります。昭和レシピチャンネルでは時短と反対をいくレシピを数々紹介しています。半世紀前の日本は化学調味料が流行、クッキングノートのスポンサーでもあったのでレシピの中に記されたりしていますが、あえて私はなるべく使わずスープストックや出汁を取るように、そこだけは父のレシピに参考しました。でも臨機応変、その時に応じて楽しくお料理してくださいね。こだわりも大事ですが無理はしないことです。美味しいものを食べてほしいという気持ちを持って、このチャンネルがお気に召していただければチャンネル登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。クリエイターやお店の方とのコラボも募集しています。お気軽にご連絡ください。9時の奇跡の整体院、マッサージオリエンタルへもどうぞお立ち寄りくださいね。では、まだナス、ノス、ベモス、チャウチャウ。